藤井風がレコード大賞、やっと。ようやく。事件だ。ファンの声が噴出。今週一番大きなニュースは TBS 輝く日本レコード大賞で藤井風さんのサードアルバムプレマが特別アルバム賞に選ばれたことです。しかも全編英語詞のアルバムプレマで、レコ大といえば長く日本語の歌、日本の歌謡シーンを象徴してきた年末番組。そのレコ大でほぼ全曲が英語歌詞のプレマが評価されたという事実は、日本のポップスが日本語かどうかではなく、どれだけ新しい表現を生み出しているかで見られ始めたサインにも思えます。ファンブログや X では、レコ大ってあんなに英語や外の匂いを嫌ってたのに、ついにプレマを選んだのは事件、全編英語なのに日本レコード大賞の顔に選ばれたの、泣けるといった声が次々と上がり、これは歴史的と受け止める反応が目立ちました。さらに今週はプレマ収録曲カスケットガールのミュージックビデオが11月28日15時プレミア公開。海外ツアーを成功させた直後の新 MV 解禁で、レコ大のニュースを聞いてから MV を見てさらに胸が熱くなったというファンも少なくありません。この動画ではサクッと12分でパート1レコ大特別アルバム賞受賞の意味、パート2レコ大受賞をきっかけにファンと批評家が語り始めた藤井風の新しい時代の本質、パート3カスケットガール MV 解禁で見えたプレマ時代の藤井風とはの3本立てで、今週の藤井風ニュースをたっぷりお届けします。作業をしながら聞きでどうぞ。それでは本編スタート。パート1レコード大賞特別アルバム賞プレマ英語アルバムが日本の顔になった日。全編英語詞のプレマが日本レコード大賞の特別アルバム賞に選ばれた意味をじっくり紐解いていきます。この特別アルバム賞は、もともとあったアルバム賞が2019年で終了した後、2024年に宇多田ヒカルサイエンスフィクションが選ばれたことで、事実上の優秀アルバム枠として復活したものだと解説されています。そして今年、そのバトンを受け取ったのが藤井風のプレマです。プレマは藤井風さんにとって3枚目のスタジオアルバムであり、自身初の全曲英語詞アルバム。タイトルのプレマはサンスクリット語で神聖な愛、無条件の愛を意味し、サウンド面では80年90年代の R&B、ハウス、ロックなどを現代的に再構築した作品として国内外のレビューで高く評価されています。一方で日本レコード大賞は長年いかにも歌謡曲らしい日本語のヒット曲を中心に評価してきた歴史があります。選考基準が分かりにくい洋楽テイストの強い作品や外国人クリエイターが関わる作品が過小評価されがちといった批判もたびたび語られてきました。だからこそ全編英語詞のプレマが日本を代表する年末音楽賞でわざわざ特別アルバム賞として名指しされたことの意味は大きいと思います。ある音楽コラムでは、日本レコード大賞がプレマのようなグローバル志向のポップスを日本の音楽の一部として正式に認めたと評していました。ファンブログでも、これまでずっと藤井風を無視してきた印象すらあったレコ大がここに来てプレマを選んだのはさすがに変わらざるを得なくなった証拠だといったコメントが見られます。しかもプレマは売り上げだけで押し切るタイプの作品ではありません。ストリーミングや YouTube、海外フェスやツアーなど世界中で聞かれ語られているという文脈から評価されているアルバムです。実際リアルサウンドや海外メディアの記事では、藤井風が北米欧州ツアーや海外フェスへの出演を通じて少しずつ地盤を固めてきた歩みが詳しく分析されています。そう考えると、今回の特別アルバム賞は CD セールス中心の内向きな価値観から世界で響いている日本発ポップスをきちんと拾い上げようとする動きの一つとして見ることもできそうです。年末の授賞式で藤井風さんがどんな形でステージに立つのか、あるいは VTR のみなのか、まだ詳細は発表されていませんが、この選出そのものがすでに日本のポップス感のアップデートを象徴するニュースになっている、そんな1週間でした。パート2、ファンとメディアが語るプレマ英語だから浅いなんて誰が決めた。
レコ大受賞をきっかけにファンと批評家が語り始めた藤井風の新しい時代の本質を追いかけます。レコ大のニュースが出た直後から SNS やブログ、音楽コラムではプレマについての語り直しが一気に増えました。あるファンブログではレコ大の特別アルバム賞について過去の経緯を調べた上で2019年で通常のアルバム賞は終了。2024年に宇多田ヒカルサイエンスフィクションで特別アルバム賞が新設。2025年その流れを継ぐ形でプレマが選ばれたと整理しつつ、日本にこだわってきた賞が全編英語詞のアルバムを選んだのは画期的だとまとめていました。別の記事ではプレマの歌詞について英語だから浅いのではなく、あえてシンプルな言葉だけにしてサウンドと声で全部を伝えようとしているという視点から詳しく解説されています。そこではプレマという言葉に込められたスピリチュアルなニュアンス、カスケットガール、I Need You Backへ続く80年代ブラックミュージック文脈の再解釈、それでもどこか岡山の青年の素朴さを失っていないボーカルと専門的な音楽用語を交えながら分析されています。一方で海外メディアのレビューも今回のレコ大受賞を機に改めて読み返されました。例えば NME や You Discover Music では藤井風が英語という第二言語でどこまで自分の心情を表現できているか、80年90年代の R&B やファンク、ハウスの影響をどのように2025年型ポップに翻訳しているかといったポイントからプレマを高く評価しています。ファンコミュニティでも英語になったから歌詞が浅くなったという指摘に対して、シンプルだからこそ逆に生っぽい感情がストレートに刺さる、母語じゃない英語でここまで感情を乗せられるの普通にすごい。プレマから入った海外ファンも多くて、日本語の頃の彼と今の彼が一つに繋がった感じがするといった声が多数上がっています。少し面白いのは、プレマから藤井風を知ったリスナーと YouTube の弾き語り時代から見てきた古参ファンの視点の違いです。後者の中には昔の生ピアノ中心の風さんが好きだった、最近は MV が凝りすぎていて少し距離を感じるという正直な意見もあります。ただその議論の多くは好き嫌いはあっていい、でも変化したから嫌いではなく変化も含めて見守れるかどうかだよねというところに落ち着いているのが印象的です。ある海外ファンのコメントには、アーティストが自分を更新するたびに前の方が良かったと言うのは簡単、でも風くんはずっと一貫して愛を歌っているという一文がありました。レコ大の受賞はその更新を国内のメインストリーム側が公式に認めた瞬間でもあります。日本語の天才シンガーソングライターとしての藤井風ではなく、世界基準のポップアーティストとしての藤井風。今週はそのイメージチェンジが一気に加速した1週間だったと言えるのではないでしょうか。パート3、カスケットガール MV 解禁。プレマの物語はまだ終わっていなかったカスケットガール MV プレミア公開で見えてきたプレマ時代の藤井風のもう一つの顔を追いかけます。レコ大のニュースで沸き立つ中、今週もう一つ大きな出来事がありました。それがプレマ収録曲カスケットガールのミュージックビデオ公開です。音楽メディアのニュースによると、カスケットガールの MV は11月28日金曜15時に YouTube プレミア公開。すでに公開されていた兄弟曲プレマと I Need You Back に続くアルバム3本目の MV となりました。カスケットガールはアルバムのオープニングを飾るロック色の強い一曲、ギターロックと70年代80年代のレトロ感を掛け合わせたようなサウンドで、そこに藤井風さんの英語ボーカルが乗ることで独特な違和感の心地よさが生まれています。今回の MV はその違和感を視覚的にも膨らませた作品になっていると評されています。X 上では 70s 映画みたいなロードムービー感が最高、世界観がやばいのにところどころ悪になりきれてない、風さんがちらっと出てきて愛しい I Need You Back の 80s ポップな世界観とカスケットガールのカオスなロックが対になってて、アルバム全体のストーリーを感じるといった感想が並びました。制作の裏側に関してはすでに英語日本語の楽曲解説で
カスケットガールがカオスな多人数セッションとして作られたこと、I Need You Backへの橋渡しになるように、80年代後半のブラックミュージック要素を織り込んだことなどが語られています。MV を通してみると、プレマというアルバムが単なる英語アルバムではなく、70s から90s の洋楽的記憶、日本のバンドサウンド、そして藤井風という一人のアーティストの今の感情を一つの物語に束ねた作品だということがよりクリアになります。面白いのはレコ大の特別アルバム賞受賞ニュースとこのカスケットガール MV 解禁のタイミングが同じ週に重なったことです。日本の老舗音楽賞がプレマを今年の顔の一つとして正式に認めるその直後にアルバムの入り口であるカスケットガールの世界観が MV として可視化されるこの2つがセットになることでプレマ時代の藤井風が国内外のリスナーに向けてもう一段はっきりと輪郭を持ち始めたように感じられます。 MV をまだ見ていない方はぜひレコ大のニュース記事とセットでチェックしてみてください。日本のメインストリームが評価しているのはまさにこの世界観なんだとより実感できるはずです。終わりにというわけで今週の藤井風ニュースは日本レコード大賞特別アルバム賞受賞全編英語アルバムプレマが日本の顔として選ばれたことの意味、ファンとメディアが語り合うプレマ時代の藤井風像、英語だからこそ伝わるシンプルな言葉の力、カスケットガール MV プレミア公開アルバムの物語をさらに深く見せるビジュアル世界の3本でお届けしました。改めて感じるのは藤井風さんがこの数年で踏んできたステップの大きさです。 YouTube の弾き語り動画で見せていた素朴でちょっとお茶目な青年、そこからヘルプエバーハートネバーラブオールサーブオールで日本語ポップスのど真ん中に飛び込みミュージックアウォーズジャパンの最優秀アルバム賞などを受賞。そして今プレマという英語アルバムで日本国内の老舗音楽賞からも世界の音楽メディアからも評価される存在になりました。もちろん昔の方が好きだったという人もいればプレマからハマったという新しいファンもいます。それでいいしそれが自然です。大事なのは藤井風自身が自分のペースで自分の表現を拡張し続けているということ、その歩みが今回のレコ大受賞やカスケットガール MV といった形で私たちの目に見えるニュースになっているのだと思います。年末には日本レコード大賞の本番、そしてその先にはさらなるワールドツアーや新作の可能性も待っています。藤井風さんがこれからどんな次の一歩を踏み出すのか丁寧に追いかけていきますのでチャンネル登録をぜひお願いいたします。またメンバーシップもよかったら覗いてみてください。様々な特典もご用意しています。詳しくはチャンネルトップのメンバーになるからご覧いただけます。それではまた次の動画でお会いしましょう。